海道も海外テックのこれまじミントです。リナです。今日は数学オリンピックの問題を AI がリーンという証明チェッカーで裏付けながら解いたという発表を扱います。証明チェッカー付きで数学オリンピックの問題を数字を先に言います。今年の国際数学オリンピック問題は全部で6問。中国科学院の発表と公開リポジトリによると AI エージェントがこの6問全部に回答を用意し、6問分の最終証明ファイルの中に証明できませんでしたを意味する言葉が0個、証明のために独自に追加したルールも0個だったとされています。 IMO の公式が採点や認定をした結果ではないというのも先に言っておきます。発表通りなら6問中6問、しかも言い訳が1個もないって、もうそれだけでこれマジというわけで今日はその中身を淡々と見ていきます。そもそも今回発表したのはどこ？中国科学院の傘下にある数学系の研究機関です。英語だと AMSS と略されます。7月19日に自分のところで開発した数学研究 AI エージェントメックマスエージェントチームが上海で開催された今年の国際数学オリンピック通称 IMO の6問全部を解いたと発表しました。6問全部っていうのはどこまで発表文に書かれてるの？問題ごとの中身まで書かれています。整数の性質を問う問題、複素数の座標を使う幾何の問題、区間を分割していくゲームの問題、中でも一番手強かったのが区間分割のゲームの問題で、リーンという証明チェッカー用のコードだけで2983行になったそうです。2983行？それ1問だけの証明の話だよね。そうです。しかもこの作業少なくとも実行中は外部のネットにもウェブ検索にもつながらない環境で行われたと発表文に明記されています。外部の開放をネットで調べられない条件だったということです。それで言い訳が0個っていうのはどういうこと？リーンの証明にはソーリーというまだ証明が埋まっていない場所に置く言葉があります。問題の骨組みだけを書いたファイルには最初からこのソーリーが置かれています。発表によると6問分の最終的な証明ファイルの方にはこのソーリーが一つも残っていません。それと証明の土台になる独自ルール、専門用語でいう独自公理も一つも追加されていません。使っているのはリーンとマスリブという証明ライブラリが標準で認めている土台だけです。でもさ、 AI が解いたって言われても結局どの AI モデルが解いたの？ GPT とかジェミニとか？そこが今回の発表の面白いところです。 AMSS のプレスリリースは使ったモデルの名前を明かしていません。そこを言わないんだ。言わないというよりこのシステムの作り自体がどのモデルを使うかを主役にしていないんです。メックマスチーム自身が書いた別の論文によると、このシステムはエージェント、アグノスティック、クロード、コードやコデックスといったいろんなコーディング、推論エージェントを差し替えて使える作りだと説明されています。モデルを一つに固定しないで仕組みの方を作り込んでるってこと？そうです。論文には制御、実行、拡張という3つの層からなるハーネスという構造の上で知識ベース管理、自然言語での証明、形式言語での証明という3種類の専門エージェントが輪になって動くと説明されています。さらにクロスモデルベリフィケーションという仕組みもあって、証明の断点を複数の違うモデルに回してお互いに検算させているそうです。一人が書いた答案を別の先生が採点し直すみたいな近いイメージです。一つのモデルがこれで合ってると思い込んでしまう癖を別のモデルの目でチェックする狙いです。メックマスの論文が示しているのはこういう仕組みを重視する設計思想です。ただ今回の IMO2026 で実際にどのモデルを何種類使ったか、この仕組みがどれだけ結果に効いたかまでは公表されていません。モデル同士にチェックさせるとか検証を重ねる仕組みとか、そういうやり方他でも聞いたことある気がする。鋭いです。実は去年 UCLA のフアンさんとヤンさんという研究者がほぼ同じ発想の論文を出しています。2025年の IMO に向けてモデル自体は変えずに検証と手直しを繰り返す仕組みだけを上にかぶせるという研究です。数字教えて。論文のベースラインでは各モデルが出した32個の候補から一番良さそうなものを選んでも、ジェミニ 2.5、プロが 31.6%、グロック4が 21.4%、GPT-5 が 38.1% という正解率でした。そこに同じ検証と手直しの仕組みをかぶせると3つのモデルとも6問中5問まで解けるようになったと報告されています。モデルは全然違うのに仕組みをかぶせたらどれも同じくらいまで伸びたんだ。そうなんです。つまり今回メックマスがやったことは世界のあちこちで同時に育っている
検証を重ねる仕組みというジャンルの最新の一例として見るのが正確です。実際メックマス自身の論文もこの UCLA の研究を参考文献として挙げています。国同士の勝負っていうよりエンジニアリングの流行みたいな話なんだね。こう見るのが今のところ一番実態に近い見方だと思います。ここまで聞くともう完璧に見えるけど、まだ確認できてないことってあるの？あります。いくつか並べます。まず GitHub のリポジトリで最終証明ファイルにソーリーや独自行為がないことは確認できますが、lean のビルドコマンドを実際に最後まで走らせてエラーなく通ることまでは私たちの手元では確認していません。ファイルの中身を見たっていう段階なんだ。そうです。それと問題文をleanのコードに翻訳する作業、この翻訳自体が元の問題文の意味とずれていないかという点も私たちの目視だけでは判断しきれません。この形式化された問題文自体、すでに公開されている別の形式化を土台にしていて、メックマスがゼロから全部訳したものではないと GitHub リポジトリに明記されています。あとこれ IMO の公式が合ってるって認めた話じゃないんだよね。そこが一番大事な点です。今のところ今回のメックマスの証明を IMO の運営が採点したり認定したりしたと確認できる資料はありません。今回確認できるのは公開された証明ファイルと開発チーム自身の発表文までです。公開されたファイルまで自分の目で確かめる。このチャンネルは毎回そこをやります。次に似た発表が出た時も一緒に確かめよう。気に入ったらチャンネル登録しておいてほしいのだ。そういえば OpenAI とか Google とか去年 IMO で盛り上がってた会社たちは今年は何か言ってるの？ここも実際に調べてみました。7月21日の時点で OpenAI、Google、DeepMind、xAI、アンソロピック、ハーモニックのどこからも自分の AI が IMO2026 の問題を解いた、こういう成績だったという発表は見つけられませんでした。OpenAI は金メダルとミルザハニ賞の受賞者にチャット GPTプロを送るという発表はしていますが、これは自社 AI の回答成績の発表ではありません。去年あんなに張り合ってたのに今年は自分の AI の成績の話は誰も出してないんだ。少なくとも私たちが確認できた範囲ではそうです。ただしこれは発表が見つからなかったという確認であって、今後も出ないという証明ではありません。理由もはっきりとは分かりません。ここからは推測になりますが、一つ考えられる材料はあります。2025年の時、OpenAI は閉会式が終わった直後、IMO 公式の採点を受けていない結果を金メダル級だと自分から発表しました。これに対して IMO の運営や関係者から発表の順番を守っていないという指摘が出たと報道されています。 Google、DeepMind は IMO 側の採点と許可を待ってから結果を発表しました。それが今年の静けさに関係してるってこと？あくまで一つの仮説です。去年のこの一件が尾を引いて各社が発表のタイミングに慎重になっているという見方はできます。ただ確認できた事実として言えるのは今のところ発表がないというところまでです。理由を決めつけるのはまだ早いと思います。そういえば AI と証明チェッカーの組み合わせ最近もう一本扱ってるよね。はい、 GPT5.6 と専門家が1年かけて用意した下準備で30年開いていた数学のギャップをリーン検証済みで閉じた回です。気になる人は概要欄からチェックしてみてください。今日のまとめです。 AMSS の発表と公開リポジトリによると、中国科学院のメックマスが2026年の IMO 全6問にリーン形式の回答を用意しました。ソーリーも独自行為も0個だったとされています。メックマスの論文が重視しているのは単体の天才モデルというより複数の AI に相互チェックさせる仕組みでした。同じ発想は2025年の UCLA の論文にも先例があります。 IMO の公式が認定した話じゃないのと、去年あんなに動いてた主要 AI 組織5社が今年はまだ自分の AI の成績を発表していないのも覚えておきたいポイントだね。その通りです。このチャンネルはこれからも発表と実際に確認できることを分けて伝えていくよ。続報が出たらまた追いかけますね。みなとミントでした。気に入ったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。バイバイ。